絵を描いて暮らしています阿部義俊と申します。前回トラベラーズノートと吹き出しメモという自己流のメモ術で手帳を毎日書く習慣が身についたよという動画を撮ったんですけど、その時に吹き出しメモの書き方に関してあまり説明してなかったんで、今回ちょっとそれをやってみようと思います。今この吹き出しメモというそのメモの書き方ですけど、こんな風にまず最初に画面の中央に、今回はページを見開きで使おうと思ったんで、手帳の中央付近に最初の吹き出しを書いて、そこに日付と僕の場合はその場所とで何について書くのか、題材タイトルみたいなものを書いています。この辺りがその定型のフォーマットにしておくことで、なんていうかな、書くことがあまり決まっていない時でも、まず手帳を開いてとりあえずこの最初の吹き出しを書いてしまうと。で書いてしまうことによって手を動かしていくうちになんとなく書くことを思いついたりとかできるんで、自分はこういう書き方をしています。何も思いつかなかった時は朝から起きたことをだらっと羅列したりして、そんなことをしているうちになんか書くことを思いついたりとか考え事を思いついたりとかしますね。今回はこの YouTube のチャンネルを2つに分けようかって最近考えるようになって、そのことについて吹き出しメモを使ってちょっと考えをまとめるというか、考えを広げていこうと思っています。何週間か前の動画で YouTube チャンネルの伸ばし方みたいなことについて YouTube で情報発信してる、人がいて、そのいくつかの動画をバーッと見てみて、 YouTube のチャンネルをどうやってその成長させていくのかとか、 YouTube 側のアルゴリズムがどうなってて、どういうことをしたらチャンネルが伸びやすいのか、逆にこれをやっちゃうとチャンネルが全く伸びないとか、動画が誰にもおすすめされなくなっちゃうみたいな、いろんな条件があって、で調べていったら僕のチャンネルはそのやっちゃいけないってことを、結構もう全部の地雷を踏んでるっていうぐらい、やっちゃってるってことが分かって、まず、今書いてますけど、最初にこのチャンネルが一回大きくバズったことがあって、それはもう今から13年か14年前ですけど、 iPad が初めて発売された日に iPad 届いた時に真っ先にお絵描きソフトを使って指で絵を描くっていう動画を撮って、それがめちゃめちゃバズったんですよ。やっぱ iPad 発売日でみんな持ってない人が多かったんで。でそのバズったのは良かったんですけど、そのバズり方っていうのが完全な炎上で、僕が悪いわけじゃないんですけど、指でこんなにうまく絵が描けるわけない、こいつはなんかフェイクだみたいなことを、海外の人たちが僕の動画を見て怒り出しちゃって、こいつはその嘘をついてるとか、何か他のお絵描きツールで絵を描いて、描いた絵を逆再生して、それに合わせて指でなぞって、でそれをさらに逆再生して、あたかも絵を指で描いているように見せかけてるんだって、逆にそれの方が難しいと思うんだけど、なんかそんなような推理をし始める人が現れて、この何分何秒のところで指と絵が同期していないみたいな、こいつは偽物だみたいなことを言い始めちゃってんで、僕のことを知ってる海外の人がそれに対して、この人はイラストレーターだから普通に描いてるんじゃないのみたいなことを言ってくれたりして、でそこで論争が起きちゃったりして、で大揉めに揉めた結果、結果的に40何万再生されて、十数年前のその40何万再生は多分今よりもユーザー数が5分の1とか10分の1とかっていう、もうそのぐらいかなの時代だったんで、なかなかにすごいことで、その動画一発でその収益化の条件みたいなものを一気に揃えることができて、でも僕はその時には YouTube で動画投稿しようなんて思ってなかったんで、たまたまアップした動画がなんかえらいバズっちゃってんで外国の人が英語でめちゃくちゃに僕を罵ってきていて恐ろしいみたいな、もう見なかったことにしようみたいな感じでほったらかしちゃったんですよ。で3年ぐらい前になんか YouTube でちょっと絵の話でもしようかと思ってチャンネルを作ろうと思った時に、たまたまそういう形でもう収益化の条件満たしてたんで、何年か放置してるとその直近の何ヶ月間で何時間再生されてるみたいなのがあるんで、その収益化の条件は半分またロックされちゃってたんですけど、すでに登録者が3000人ぐらいいたんで、じゃあここで始めようかってんで始めちゃったんですよ。でもこれが失敗の始まりで、その3000人っていうのは僕のファンじゃなくて逆に僕のアンチの人で、しかも海外の人で、日本語がわからない人がほとんどで、もうその十数年前のアカウントだから、まだ動画を見たりする人もいるんだろうけど、ほとんどのアカウントがゾンビ化してしまってるというか、そのアカウントはあるんだけどもう使われていないみたいな、そのアカウントがその数千アカウント、しかも海外のばかり登録されていて、
その登録者がいっぱいいると思ってよかったと思ったんだけど、これは YouTube のアルゴリズム的には最悪の状態で、要するにまず YouTube で動画を投稿するとチャンネル登録者の人たちに通知がいっておすすめに表示されたりするんですよ。でその時に何%の人がそのサムネイルを見てクリックするとか何かリアクションしてくれるかっていうのを測って、それによってその動画のスコアが決まるらしいんですよ。でその時に僕は要するに全く自分の動画を見てくれないアカウントがすでに3000とか4000とかある状態からのスタートなんで、異常なぐらいインプレッションっていうその自分の動画に反応してくれる人の率とかサムネのクリック率とかがその異常に悪いわけですよ。なのでこのチャンネルで動画をアップしてもその動画のスコアが異常に低くて他の人のおすすめに乗らないようになっちゃってるんですね。例えるならものすごい勢いで下っているエスカレーターを全力で登ろうとしているようなもので、この下りのエスカレーターを何とかしないことにはどんだけ頑張ってもチャンネルが伸びる可能性がないわけですよ。ということが分かって愕然としまして、 YouTube のチャンネルの伸ばし方解説チャンネルみたいなところのその動画の解説している人たち何人かの動画を見たんですけど、どの人もこういう状態になっちゃってる場合はもう諦めてチャンネルを閉鎖してまたゼロからスタートした方が絶対いいですみたいな話になっていて、で自分の中ではそうかそうだろうなっていう気持ちと、まだそれでもそれなりに動画再生されたりはするんで、このチャンネルをコツコツと伸ばしていった方がいいのか、どっちだろう、もうチャンネルを閉鎖した方がいいって言ってる人の説明はおそらくはこのチャンネル登録者数が1万人を超えてるみたいな状態ではなくて、もっと数百人とかのレベルの話みたいなんで、もしかすると一応例えば自分の動画に全く反応しない人のアカウントが3000アカウントスタートであったとしても、登録者が例えば3万人ぐらいまでいけば、マイナス 10% じゃないですか。今だとマイナス 30% ぐらいなんで相当きついけど、それを超えてもうちょっと伸びたら良くなるんじゃないかとか、あるいはあまりにも古いそういう出来事って YouTube 的にもあんまりその計算に入れないでくれたりするんじゃないかとかいろいろ思ってるんだけど、正確なところがわからないので、このチャンネルに関してはどの程度アルゴリズム的に足かせがつけられちゃってるのかがわからないんで、もう一つチャンネルを作ってそこで絵に関する話を専門にするチャンネルを一つ作って、そっちでどのぐらいその自分の動画が再生されるのかを測ってみたいなっていう気に最近なってきて、この間このチャンネル名とかを変えてここで絵の話をしていこうって決めたばっかりなんですけど、アルゴリズムだから調べれば調べるほどどうも良くないみたいだってことが分かってきて、もう一つそのチャンネルを分割したいと思った理由は、今僕のこのチャンネルはその話題がバラバラのジャンルについて話をしていて、これがまたそのチャンネル内のその動画が再生される可能性をすごく下げてしまっていて、やっぱり一つのチャンネルの中では一個の題材についてずっと喋り続けないと基本的にはうまくいかなくて、よっぽど本人が例えばそのタレントさんとかヒカキンさんとかみたいにもうその本人に興味があって見てくれる人であれば、そのチャンネル内でいろんなことをしても全然大丈夫なんだと思うんですけど、僕みたいに普通の人間が何かやるには基本的には同じジャンルについて話をし続けなきゃいけないみたいで、今やってるみたいにカメラとかガジェットとか、実際に絵を描く動画とか、あるいはその絵についての話をする動画とか、あるいは最近やってる文房具とか万年筆インク手帳みたいな話とか、あるいは、ついこの間までやってたけど時々家で飼ってる魚とか、カエルとかのそのペットの動画を流したりとか、あるいはその投資の話をしたりとか、あるいはゲーム配信をしたりとか、そのゲーム配信の中でも特にその僕がやる場合とうちの子供たちがワーワー言いながらゲームの配信してる場合とかあったりして、チャンネルの中でジャンルが本当にバラバラで、これがかなりまずいみたいなんで、そこで阿部寛の絵描き暮らしっていうタイトルにしていろんな題材をその絵に関する話っていうことでうまく一つのジャンルにこう見えるようにしようと思ったんですけど、それってよくよく考えてみると僕の目から見た時のそのジャンルを揃えようってしてるに過ぎなくて、そうじゃなくて YouTube のアルゴリズム的にとか、あるいはその動画を見てくれる人の視点から見た時にはそのタイトルをそういうふうにつけて、絵に絡めた話をしたところでやっぱカメラの話はカメラの話だし、万年筆の話は万年筆の話なんですよね。結局のところジャンルがバラバラになるんですよ。
じゃあどうやって統一された内容のチャンネルにするかということを考えた時に、そのチャンネルを登録してくれる人のそのターゲットというか、どういう人を対象にしたチャンネルにするのかということをちゃんと考えなきゃいけなくて、で今自分のチャンネルでやってることを、とりあえず大きく2つに分けてみると、一つは絵に関する話で、もう一つはもう一つの方がやっぱ雑多になってしまうんだけど、ガジェット系の話と2種類に大きく分かれていて、でそこからのさらに細かい話として、例えば投資の話とかゲームの配信とかはちょっと今後はそれこそまたさらに別なチャンネルを作るとかして分けないと、あまりにもジャンルがバラバラすぎるんで、2種類にチャンネルを分けて、一つは絵描きになりたいと思っている人に向けて絵を描くことについて情報発信する、割と真面目な解説をするチャンネルと、もう一つは、自分の趣味的な、さっき言ったみたいなそのカメラとかガジェットとかの話をするチャンネルと、2つに分けてみようと。で絵に関するチャンネルを新しく新規に作って、今までのこのチャンネルはその割と今まで通りそのガジェット系の話とか、最近で言うとだからその手帳の話とかをするチャンネルにこう分けてみようかなと思うようになって、だけどそう思った時に、この文房具とか万年筆とか手帳とかの話っていうのをどっちに含めたらいいのかが非常に難しくて、その手帳とか割とちょっとガジェット系と言えなくもない、電子機器じゃないですけど側面もあったりして、文房具って小道具というかそういう側面もあって、なのでそのガジェット系の方のチャンネルに含められるような気もして、でも同時に僕はその万年筆で絵を描こうと思っていて、で最近で言うとだからその手帳と万年筆でジェスチャードローイングっていうスケッチの練習みたいなことをやっていて、でそういうものっていうのはどっちかというとこの絵描きの方のチャンネルの内容に近くて、なのでこれをどっちに含めるかでずっと悩んでいて、それでちょっとその新しいチャンネルにこう題材を分けるってことに関して踏ん切りがつかなくて、ずっと考え込んじゃってたんですよね。あとは新しいチャンネルをもし作るんだったらっていうか、作るんだとしたらやってみたい新しいこともあって、これがまたまたジャンルがごちゃごちゃになりそうであれなんだけど、今やりたいのはゲームとか本とか、あるいはその漫画とか、あるいは映画やドラマみたいなもののレビュー系のことをちょっとやってみたくて、その単純に感想というよりは絵描き目線から見て、その画面のその良さとか、あるいは物語作りみたいなところに関する解説をやってみたくて、自分はなんかその分析的に考えるタイプじゃないんで、あまり、いいこと言えそうにないですけど、どっちかというと僕自身が感想を言語化する練習がしたくて、ちょっとそういうことをやってみる場が欲しくて、それまたこれもどっちに含めるかが微妙で、ガジェット系ではないから、これをなんとか、絵の方のチャンネルの方に柱の一つとしてうまく含められるといいなと思っていて、でもこれが難しいよな。なんかやっぱりジャンルがやりたいことが雑多にありすぎるっていうのがやっぱ問題で、そんなことを考えているうちに、この吹き出しメモでその考え事をしているうちにふと思いついたのが、文具に関してはその文具っていうジャンルでそのどちらかにっていうふうに、思い込みすぎてたんだけど、文具の中でも例えばその万年筆の書き味とかを単純に紹介するレビュー系の動画を撮りたいっていう時もあるし、そのジェスチャードローイングとか万年筆で何か絵を描いてみるとか、あるいはだからインクで何か絵に色をつけてみるとか、そんなようなことをしたい時もあるし、どっちにも含められるなと思って、例えばだからある万年筆を買ったとして、今ちょうどこれ書いてるのがそのジーゾっていうメーカーの新しい万年筆で奮発して買ってみて、で例えばだからこれを、書き味を例えばレビューするみたいな動画を撮ることもできるし、これで何か絵を描くっていう動画も撮ることができるし、でその時にそれぞれを2つの動画を撮って、それぞれを絵描き向きのチャンネルとそのガジェット系のチャンネルとに動画2本作ってそれぞれに出せばいいかなと思って。その文房具だったらこっちじゃなきゃいけないっていうふうになんか頭でずっと考えてたんだけど、よく考えてみたら別にそんなことはなくて、これは文房具の紹介だけど、例えば絵描き系の方の動画に、載せた方がいいなとか、あるいはガジェット系の方に載せた方がいいなとか、その動画それぞれで考えればいいだけのことで、なんかそれよく考えてみたらそうだったなと思って。自分がやっぱ自分主体で考えすぎちゃっていて、その自分がどっちに分類するかじゃなくて、見てる人がどういう動画を求めてるのかによってどっちのチャンネルに動画を振り分けるかを考えればよくて、だからチャンネルのそのターゲットをしっかりと決めて
片方は絵描きになりたいと思って絵の勉強したいと思ってる人をターゲットにしたでその人たちが見たいと思うような動画だけを上げるっていうチャンネルにして、もう一つは完全にちょっと僕の趣味寄りなんで、こっちはだからターゲットがちょっと緩いですけど、今までのこのチャンネルで自分の趣味的なものを同じような趣味の人たちが楽しんで見れるような、動画を作ってアップしていけばいいかなと思って。でちなみに吹き出しメモで言うと、これはだからそのちょっといい気づきだなと思って、吹き出しの中でなんかいい気づきがあった時にちょっとびっくりマークをつけといて、後でこのページをバラッと見返した時にこの一連の吹き出しメモの中のどこがポイントなのかが一目で分かるように、していたりします。あとはだからその漫画の吹き出しみたいにちょっと強めの言葉のところとかは吹き出しをトゲトゲにしたりとか、なんかそんなようなより独り言的な内容に関しては漫画とかでも言葉に出さない吹き出しの時みたいなあぶくみたいな吹き出しをププッとつけてみたりとか、なんかそんなようなことをしてその吹き出しの内容をちょっとその種類分けをしていたりしますね。あとはなんか思考がその足踏みしちゃってる時とかに今みたいにちょっと吹き出しの縁を強めてみるとか、何かその前回やってましたけど、吹き出しと吹き出しの間に余白があるんで余白の部分にちょっと落書きをしてみたりとか、なんか縞模様を描いてみたりとか、なんかそんなようなことをやって、でなんか意外とやっぱり手をそのちょこちょこと動かしていると思考が前に進むところがその僕にはあって、なのでこの吹き出しメモの余白がところどころにある書き方が非常に自分には合っていて、あとはだから綺麗に例えば方眼とかその横形が入ってるノートとかだとそれに合わせて綺麗に書かなきゃいけなくて、そうするとなんか書式が乱れてしまった時になんか失敗したと思ってついついやる気を失ってしまったりテンション下がっちゃったりするんだけど、あるいはそういう失敗をするのが怖くて万年筆みたいに消せない、ペンで書くのがちょっと勇気がいったりするんだけど、吹き出しの形になってるとそもそもがくにゃくにゃしてるんで文字の大きさが揃ってなくてもいいし何とでもなるわけですよね。そのはみ出そうだったら吹き出しをギュッと伸ばしてもいいし、はみ出ちゃっても全然構わないし、吹き出しの外に、書き足して継ぎ足しにしてもいいし、2つの吹き出しに分けてもいいし、何でもいいわけですよ。何でもいいによって後から見返した時のその一覧性みたいなものはちょっと下がるんだけど、僕にとってはそれよりも書き始めるハードルが下がるってことが大事で、なのでこの書き方がすごく重宝してます。あとトラベラーズノートっていう手帳自体がリフィルの管理がすごく緩くて、でも例えばそのリングで留める式のシステム手帳みたいなものと違ってリフィルが本みたいに一冊っていう形になってはいるんで、それをゴムバンドでポンポンと留めてるだけのシンプルな手帳なんですけど、なので頑張って一冊使い切って一冊使い切ったっていうなんか達成感があって、でそれと同時に一冊がそれほど分厚いもんじゃないので、こういう書き方でどんどん紙を消費していっても罪悪感がないというか、ちょっといい紙の手帳だったりノートだったりすると僕の場合は書き始めるのにちょっと勇気がいるというかだったりするんですけど、これも水彩紙とか1ページのその紙が少し単価の高い紙とかもあるにはあるんですけど、それでも1冊がすごく薄いんで、割と気軽に書けて非常に自分のこういう書き方とか自分の性格にはすごく合ってる手帳かなと思いますね。で書いてる内容的にはさっき説明したみたいにやっぱりだから自分主体に考えすぎてたんで、やっぱり見る人とかあるいはその YouTube 側からの視点で評価されるものっていうのを少し考えなきゃいけなくて、僕自身はそのイラストレーターとしてもなんていうかな、その注文をもらってその器用に注文通りのものを描くタイプの絵描きではあまりなくて、それが自分の中では長い目で見た時にそれが個性として認められていたりとか、だから僕に発注してくれるっていう人がいたりするんでプラスの面もあったんだけど、でも割と僕は自分なりに注文通りのものを書いてるつもりだったりするんだけど、意外と変化球になっちゃってるというか予想外のものを書いてしまうことが多々あって、それはいわゆるそのお仕事としてのイラストとしてはあんまりいいことではないので、自分としてはもう少し器用に注文を聞けるようになりたいなと思ってて、で今ここで書いてて思ったのはちょっとやっぱり自分視点でものを考えすぎてるなっていうことにちょっと気がついて、その YouTube のこの動画に関しても見てくれている人の側から見た時にその動画のジャンルがバラバラである場合には今やってたみたいに絵描き暮らしみたいな YouTube のチャンネル名をそういうふうにすることでいろんなジャンルがぼんやりと絵に関することっていう緩いジャンル
ルの中に含まれるんじゃないかみたいなことを考えてそういうタイトルにしたんだけど、やっぱ見る人の側から見てみたらやっぱりその同じ話をしちゃうけど、そうじゃないわけですよ。それは僕の撮る側からの視点であって、見てる側から見たらどういうタイトルをつけてもやっぱりカメラの話はカメラの話だし、手帳の話は手帳の話なんで、結果的に言うとちょっといつ始められるかはわからないんだけど、今のところチャンネルを2つに分けなければなっていう気になっていますね。ということでなんか雑談みたいになっちゃってますけど、チャンネルを2個に分けようと思ったんだけど、その話とはまたちょっと別に、子どもたちが例えばゲームの配信をしたりとか、最近は上の子とかがなんかお菓子作りとかにハマってて、なんかその料理をしたりお菓子作ったりするのを僕のチャンネルでそれをやりたいって言ってて、で僕がだから今そのジャンル違いのことをやっちゃうとチャンネルがめちゃくちゃになっちゃうからって言ってちょっと止めているんだけど、それもちょっとかわいそうだなと思って、なので子供らは子供らのチャンネルを僕が管理するってことでなんか一個作ってあげたりするとどうだろうな。その子供になんかその動画作ってその発表するみたいなことまだ早いのかなとも思うし、逆になんか学びがいろいろあってプラスになるかもなとも思っていて、ちょっと迷ってるんだけど、もしかするとその子供たちのチャンネルっていうのを、これは登録者数を伸ばすみたいなことはあんまり考えずに、ただ楽しければいいやっていう感じで一つ作ってあげて、そこで子供らがゲームの配信したりとか、飼ってるペットの話したりとか、僕もちょっとゲームの配信をしたりとか、なんかそういうチャンネルをそれはそれでまた一個作った方がいいかもしれないなとも思っていて、ただ3つもそのチャンネルを作ってそれを管理できるのかとか、そのあたりは非常に迷ってるとこですけど、今のところそんな感じで、吹き出しメモっていうのはだからそんなようなことを考えるときに手で書くことでふっと思いつくことみたいなものがあって割と重宝しています。もちろんキーボードで文字打つ方が早いし、あるいはその黙々と黙考する方が思考の速度自体はめちゃくちゃ速いわけで、手で書くとその手で書くスピードに考えるスピードが落ちてしまうのでもたもたする感じはあるんですけど、でもだからこそゆっくり考えてゆっくり思いつくことができる部分もあって、だからその iPad とかパソコンとかでキーボードで打つ方が、いい時もあるし、こうやって紙で書く方がいい時もあるし、そのあたりはうまく使い分けていけるといいなと思います。ある程度題材が書く内容が決まっちゃっていることとか、あるいは長文を整然と書かなきゃいけないとか、書いたものを後から何かの素材として例えばコピペしてどこかにアップするとか、そういうことを前提にしている場合にはやっぱりキーボードでデジタルのツールで書いた方が当然有利ですし、今それよりも前の段階のこの頭の中のごちゃっとしたものを外へ出すみたいなものに関して言うと、なんか多くの人が言ってるけど、やっぱりなんかキーボードとかでパチパチと打って考えるよりもなんか紙に書く方が形になりやすい気はしますね。そしてちょっと思いもよらないところに思考がいったりするんで。というわけで手持ち無沙汰になってなんか模様を描き始めちゃってますけど、こんな感じでとりあえず吹き出しメモの解説はこんな感じです。もうちょっとなんかしっかりと実のある、考え事みたいなことを、あるいはそのもっとアイデア出しみたいなことをやってもよかったけど、こんな感じで日々考え事をしたりとか頭の中の整理をしておりますと。で自分としてはそのサイズ的にもこのトラベラーズノートぐらいの大きさがギリギリ見開きでやればこうやって結構考え事を広げて考えることができて、かつこれはカバンに収まる大きさで、なので割と絶妙ないいサイズだなと思っています。単純に頭の中のものを外へ出すってことを考えたらもう一回り二回りぐらいでかい紙の方がいい時もあって、なのでそれができる時には今手元にあるものでいうとその英語のプロッターとかがあるんで、それとかあるいはなんかもっと大きな紙を使うのもいいかなと思ってます。というわけでちょっとダラダラと喋っちゃいましたけど、吹き出しメモの解説と吹き出しメモで今書いている内容についての補足というか解説でした。こんな感じでやっています。チャンネル登録いいねなどしていただけると励みになります。あとメンバーシップを YouTube のからいっぱいメールが来ておすすめですみたいになってたんでちょっと作ってみました。基本的には、今までやっていたファンボックスとかパトレオンとかの内容と、ある程度重複すると思うんでどちらかでも入っていただけると、とても励みになりますということでした。ありがとうございました。ではでは。